こんちは。4G 視聴者自慢のゴール武器やっていきます。内容は至極単純、視聴者の方々が持つ発掘武器をガンガンに紹介していくだけの企画です。応募期間は10日くらいだったけど、なんと131種もの武器が集まったよ。ちなみに、カッコ書きしたが送られたものすべてではない。動画作成上の都合なんでご了承いただきたい。14武器種すべて集まったのですが、動画では総数が少ない順に紹介していこうと思います。流動ダビになっても面白くないからね。人気の武器種ほど後になる感じだよ。そんで紹介の後、我々が注目した応募について、〇〇賞って形で発表するよ。武器にまつわるエピソードなんかも募集してまして、その辺にも触れていければいいですね。さあ、それではやっていきましょう。本当に粒揃いとなっていますよ。みんなで発掘意欲を上げていこうぜ。それじゃ、レッツゴー。スタートはランスからだ。なんと1種類しかないぞ。最高倍率のスムラですね。物理面では言うことなしの子が来てくれました。ただ東証詰まりと陽覚醒なので、もう一歩欲しかったってところでしょうか。で、なんと狩猟笛も1種類だけだった。こっちもレア級で覚醒雷だな。スロニと攻撃が吹けるとこがポイントですね。青いうねりシェルンも綺麗です。この2種は集まるかどうかがまず不安だったんですが、なんとか揃ってくれて助かりました。ちなみに、ナタ男さんは笛使いなんだって。いつかゴール笛出ますように。さあどんどん行くぜ。次はガンス、2種類集まったぞ。どちらも最高倍率のプリンセスバーストです。やっぱかっこいいですね、プリは。白長は技物切って東証で軽く盛り、スムラは素直に運用。どちらも理想的です。こんなの手に入ったらガンス練習したくなるよな。パーティープレイでも活躍しそう。ちなみに、稲妻さんは初のガンスクエで拾ったそう。運命的だね。続いてはライトだ。これも2種いただいたぞ。潔癖入りの貫通タイプとスロさんの通常タイプですね。当然のようにどちらも最高倍率です。ライトの発掘については疎くて申し訳ないんですが、さすがにバルレギより強そうですね。単純なステータスからまず違うからな。レギオスライトは反動台だしね。っていうか、紫の来訪かっけーな。なんか体験みたいだ。思ったよりでかくてかっこいいですね。これは持ちたくなります。5武器種目はスラークだ。まず攻撃属性からね。どちらも白長のスロさんですね。緑のモーターバーストが生えてます。氷の方は汎用的に、雷はジョーなどに使えそうですかね。ここまで数値が高ければ通用するのか。もう一本、ヒドゥンアックスももらってるよ。こっちは回避詰まりのスムラ睡眠だね。リガルドさんは回避性能付きで運用してるみたい。回避術のお守りがあれば、って話してるね。回避術、ついてる防具が強くないですもんね。こんだけのスペックあるので、ぜひ当てていただきたい。さあ、6武器種目はハンマー。笛は1つしかなかったのに、意外と集まった。攻撃属性から3本届いてます。どれも強力ですね。ハンマー、どれも見た目が個性的で楽しいです。ヒドゥンブレイカーは足武器にしか見えないですが。青い栗の場、騎士感あると思ったらゼルリウスだ。機械白竜武器って言われても違和感ないわ。で、こっちが状態以上ね。睡眠も麻痺もスロさんで揃ってる。田村20をごまかす睡眠、単純スペックの麻痺。どちらもめっちゃ強力ですね。忘れがちですが、ハンマーも倍率ボーナスがあります。1872は表示上が発掘の最大攻撃力ですね。あくまで表示上だけどね。体験のようにはいかないよ。7番目、ヘビーボウガン。こちらもライトとの差がちょっとあるね。3つとも最高倍率スロさんの貫通タイプです。右2つは全く同じスペックですかね。中央の抹茶さんは当時ガンナーが使えず、惚れてから1年くらい倉庫版してたそうですよ。剣士メインだとあるあるな話だよね。ボウガンに限ってゴール出ちゃうっていう。そんで、潔癖が詰まったタイプもいただいてるぞ。ヘビーの潔癖は全く違和感ないね。デュエルスタップ、ごつくてかっこいいっすね。これあんまり見たことありません。なぜかギルクエのディアブロスに対応してないしね。原種に至ってはライトが出るグループだし。にしても、ヘビーはどれも理想に近い性能だね。武器種として発掘ハードルの高さが伺える。さあ、次は8武器種目、弓だ。なんと武器種数では折り返しとなったぞ。実は、弓まで含めても全体の5分の1に届きません。本数としては、ナンバー9以降に集中してます。ただまあ、弓もカーマレギオンという壁があるので、本数がないのも頷けますけどね。非属性から3本応募してもらってる。連射と拡散のパターンね。右2つは同じ方からもらったものだ。見た目違いの完全同性能だね。2本目が惚れた時は落ち込まれたそうです。
そりゃそうですよね。あとは氷と竜もいただいてます。どちらも完品クラスの超性能です。ここまでいけばカーマ超えって言えるのかな。カーマが強すぎて自信ないわ。ちなみにパインブックさんによると、対シャガルでは別の拡散弓の方が楽で早かったらしい。これだけのスペックなのに持て余すとは、クシャルあたりなら最適解だったりするんでしょうかね。旧武器種目は双剣。ここから本数がぐっと増えてくるね。双剣は攻撃属性は意外にもこの2本だけでした。雷以外はありませんでしたね。どっちも物理面で強いのいいね。攻撃属性なら476が一番だもんな。で、双剣は状態異常がかなり充実してんだよな。見てくれよこの麻痺の数。異常系は特殊改心との兼ね合いもあるので、476一強と言えないのが面白いんですよね。脇沢さんの麻痺220スロ3パターンは高速特化なら最強クラスになります。今気づいたけど、見た目全部違うじゃん。みんな幅広く買ってるんだな。麻痺ときたら次は睡眠だ。完品クラスはないが、どれも強力だね。ぶっちゃけ、睡眠層はいるだけで強いですからね。パーティープレイだと完全に壊れてます。こちらは打って変わってギルドナイトセーバーだらけ。どれも色が入ってかっこいいです。双剣は送られた8割が麻痺か睡眠だったね。4G の双剣という武器をよく表してて面白い。双剣の次は相方である片手剣。こっちのが多いのちょっと意外だわ。ただ、こちらも攻撃属性は3本だけとなりました。少なからず異常役が求められるんでしょうか。やはり強烈なのは、ブリブリーさんの氷紫40。属性値以外が完璧で凄まじい性能。P さんの雷武器もステータスは同じだな。ギルクへ考えると有用性は変わるが。ちなみに P さんは本来双剣使いなんだって。もう片方ばっかり充実するんだよな。で、ここから状態異常です。片手は毒がやたら充実してますね。まあ、単純に出現率が高いだけの話もあるが、ちょっとがっくりきちゃうとこはあるよな。爆破も2本来てたね。片手の爆破ってどうなんだ？毒よりは立場が良さそうですけど、ダメージ重視なら攻撃属性が欲しいところです。ちなみに装飾品つまりは有用なもの以外は表記してないのでご了承ください。最後に麻痺と睡眠をまとめて、睡眠はこの1本だけだった。第3の東証後紫40麻痺、強いね。さすがにこれならパーティーでも重宝されそう。〇〇さんと P さんは片手の全スライドに登場です。充実してますね。〇〇さんはオフガラーを片手ソロでクリアされてました。しんどそうなのにお見事。11番目はタチだね。総数は13本とそれなり。体験と一緒に掘られてるので充実しがちです。強いのがたくさんありますよ。ここで初めて完全な無属性が入ってきました。紫40スロ3でもレア級止まりとなってます。ぶっちゃけ人あんまり変わらなかったりするよな。ラーに引きかねえし。この辺からまんべんなく属性が充実してくるよ。なんと氷だけで4本もある。うち、紫40スロ3が3本ですか。これ以上ない属性たちですね。が、皆さん口を揃えて使う機会がないと言ってます。使ってあげたそうにはしてますが。氷より怪しいのがこっちの竜たちたち。どれも性能は一級品で貴重なんだが。竜属性の発掘ってマジで見ないですからね。誰に担ぐんだというのは置いといて。さあ、ここから状態異常です。メイトフいいですね。たちの麻痺は重要だね。大回転当てる隙を強制的に作れるぞ。シエルさん、これが初の完品だったらしい。羨ましいね。最後は爆破と睡眠が1本ずつです。爆破の方は先月出たものらしいですよ。純マーク2さんだね。この方も未だに樹海をさまよう戦士なんだな。カメラの北村さんの睡眠完品にはひれ伏すほかない。見た目もイケメンとか最高かよ。睡眠も大回転の隙を作れますからね。4G の太刀としては間違いなく最強クラスでしょう。12番目、我らが邪悪の登場だ。榴弾を考慮すると倍率が重要になってくるね。まあ、心配しなくても最高倍率だらけなんですけどね。まずは無属性と強属性瓶の紹介です。強属は使いどころに困りそうな感じはしますが、ナスチやバサル原子には担げますかね。極限を考えちゃうとね、左の無属性が一番持つ機会多いだろうな。邪悪も割と竜が充実してたわ。数が一気に増えたのもあってな。ギルクエの竜の印象は火の上位版です。古竜や上に持っていけますね。そして氷属性からはこちら。1本だけですが、完品ゴールのえげつない性能です。見た目と属性との相性もいいね。こりゃテンション上がるな。パインブックさんは邪悪好きとのことだから、そういう人の元に出てくれて何よりだよ。状態以上に参ります。毒と覚醒麻痺、白長麻痺ですね。紫40の東証詰まり、普通に強そうだね。真打ちでちょうどクーネと同じ倍率か。
物理チャークとしてかなり強そうですね。毒なのに悲壮感をあまり受けません。続いても麻痺です。カラフルで綺麗ですね。マチューさんはほぼ同時期に左2本を引いたそうな。ルテミスはほとんど担げなかったんだって。ご依頼通り、しっかりここで供養しておきましょう。見た目は最高ですしね。麻痺はあと2本あります。完全に同じ性能ですね。おお、ルテミスのほぼ完品は羨ましいな。スタイリッシュなんだよなこの武器。ナバルやフォースの重量感も好きなんですがね、女王らしさが感じられる秀逸なデザインですよね。さて、では睡眠も行きましょうか。まずフォースオブフォールが3本。サンデンさんの完品、いねこれ。ハンターランク700くらいで入手されたらしいが。ディア部屋に入ることが増えたらしい。そりゃこんなん出たら担ぐわな。田村20でも十分強そうですもんね。どこにでも持っていけますね。睡眠、まだ2本ございます。どちらも強い。左のフォースは我々が持つのに近いね。これのスロが1個増えたのを持ってる。睡眠チャーク、白長でも普通に超強いからね。津村になったらどうなっちゃうのやら。見てるだけでモチベが上がってきますね。もっと発掘頑張らないとです。さあ、残す武器種はあと2種類。総中魂がここで登場だ。ただですね、武器数では全体の6割しか紹介してません。つまり、総中魂と体験で4割を占めています。ということで、まず非属性から見ていきましょう。当然ですが魂も強いのしかないですよ。赤月さんの完品、痺れるね。Z準備屋でたまたま出たらしいが。普通に物理魂として使えそうですね。スキル自由度は最高でしょう。続いて雷属性からも2本です。田村40とスムラ、系統の違うゴールたち。上あたり行きたくなるねこれは。セルレでもジガーでもいいけどさ。水も2本もらってるよ。こっちは両方スムラだね。レイさんの青いカナサイコンボウ、色合い合ってますね。虫を確認するときドキドキしたんだとか。あ、今更ですが、今は全部当たり虫を紹介してます。延長にできるタイプですね。中には2択が外れちゃった武器ももらってたんだが、編集上の都合でカットさせていただいたよ。そしてここから氷になる。氷はやたら数が揃ってるぞ。一応出にくい属性ではあるんですが、普通にゴールクラスがバシバシ届いておりますよ。東証4の紫40にスロ2のスムラ、完璧な組み合わせばかりですね。田村に真打ち組み込めるのかなり強いよな。今は耳栓を切ることもできるし。氷属性はまだまだ続く。全部田村40じゃねえか。こうもポンポン並ぶとありふれたように感じます。どこに落ちてるんですかこの子たち。シエルさんはスナイプさんで初挑戦だったとのこと。我々もスナイプ勉強してみますかね。で、これが攻撃属性最後ね。まだ氷あるのかよ。ここでしれっと竜の完品も入ってきました。東証ではないですが、綺麗な性能してます。担ぐ際にちょっと頭を使いそうだが、魅力的な武器には変わりないね。さて、では状態以上を見ていこう。毒と麻痺が並んでるぞ。マチューさんの毒は悩ましい性能してますね。実際、ご本人も困惑されてるようです。我々、毒の田村40スロ3を持ってますが、さすがに真打ちつけるなら紫40欲しいですね。まあ、汎用魂としては白長も強いと思うけどね。真打ち入れて技物切る運用かな。続いて麻痺を3本。RA さんの登場後、痺れるね。青発光セクトハルパーと見た目も好きなしです。まさに理想を詰め込んだような武器。他2本も無駄なく両性能してます。どれかついても全然問題ないレベルですね。じゃあ最後はいよいよ睡眠だ。完品はないがどれも強いよ。紫40タイプにスムラ、ちゃんと揃っておりますね。スロ2でも睡眠魂なら十分でしょう。高速もいけるし、単体で火力も出せるからな。ぶっちゃけこれら1本混ぜれば難易度は激減するね。ブリブリーさんのはお宝マラソンさんだって、夢が広がるな。いよいよこれが最後の武器種、体験だ。お待ちかねと言うべきか。体験は全30本いただきました。14武器種中の1つに2割以上が集中してます。まずはこちら、無属性たちですね。さすが数が多いのでまんべんなく揃います。体験は無属性でも十分強いからね。いずれも最高倍率スムラで最低限の火力はある。スロ3があれば下手な属性体験より強力になれます。長くお世話になることもあるでしょう。ここからは属性付きのものになります。全部水属性ですね。水は居合が効きやすい相手に有効がちなんだよね。体験では特に価値が上がる属性だと感じる。田村にスムラに色とりどりですね。風流剣と雷剣もかっこいいです。お次も水属性がずらり。右2本は同じ方からいただいたムントですね。一番右は属性値も最大のガチ完品だね。火と水だけスムラで750まで出るんだよな。属性値の差は最大120にもなります。意外とバカにできないかも。さあ、攻撃属性最後は氷と竜だ。全部強えな。
氷は汎用的に、竜は手をしゃがるクシャルに有効ですね。竜は体験が一番活かせるんじゃないでしょうか。頭を狙うと自然と属性もよく効くからね。いろいろ噛み合ってるんだよな。ちなみに、樹海の亡霊さんは最終決定後に入手したらしい。これは思い入れ強いだろうな。では体験の後半戦、状態以上に参ります。こちらもかなり充実してますよ。これは毒だね。0、1から3まであるな。右2つは見た目以外同じステータスだ。運命的というかなんというか。どれも惜しさを感じさせる武器ですが、弱くは決してないですね。爆破は一つだけいただいてました。スムラスロニのやつですね。これは我々の持つ風流剣と同じ性能だな。最近入手されたそうだ。爆破技、汎用属性って感じですね。あると嬉しいってイメージです。お次、麻痺に入ります。いよいよガチの強武器って感じがしてきます。道七さんの完品オームントが眩しいぜ。これがあれば怖いものなしだな。これ、フレさんと回して出て、みんなで喜んだそうです。とても素敵なエピソードをありがとうございます。左右の同性能武器もいい性能してるわ。欲しくなってきたぜ。というわけで、いよいよ最後の属性、睡眠ゾーンだ。まずは田村40と装飾品詰まりから。スキルは辛そうですが、ステータスは十分ですね。これが弱いわけありません。一番右はバサラー50回くらいで出されたそうです。青い頭身が美しい。次、睡眠の第二陣だ。もうほぼほぼこのゲームのゴールみたいな武器たち。みんな紫なのは同じだけど、見た目違くて壮観だな。下方クラスだろこれ。カメラの北村さん、これでティアラーソロ5針だそうです。ご本人の PS もバグってまいりました。しかし、驚くべきことにこれらのまだ上があります。見ていきましょうか。正真正銘のラスト、完品の睡眠たちだ。1728睡眠400、03スムラで共通してるよ。これらはまさにゴールの中のゴール。このゲームのやめ時になるレベルの武器たちだね。このクラスは、さすがにエピソードも豊富にいただいてます。大体型に入れた時の喜びの声ですね。右の方、これでシャガル6分半だそうです。もうプロ半しかおらん。見た目はどちらもアギトだね。ラーさんってことだろうな。で、なんとこの性能であと2本もらってる。こんなに存在してたんだな。風持さんは、野良で共闘した際の映像を動画化してます。その説はお世話になりました。この方、スムラ睡眠のスロニとスロさんを当てられてます。シンプルにやり込みがすごい。ヤミさんの紫41式も見事。見た目も好みで、鑑定時は発表されたそうだよ。性能と見た目が噛み合った時の充実感といったら、何にも変え難いものがありますからね。いやー、見てるだけで心が洗われるわ。これぞ発掘、これぞ 4G って感じだったね。以上、視聴者さんの武器131種の紹介でした。送ってくれた44名の方、本当にありがとう。一部、こちらの都合でカットしたものはすみません。いただいたものは全部目を通しております。では続いて、我々が注目した応募について、小形式で発表させていただきます。単純なステータス順とか良し悪しではないからね。発掘は理論上、限界値があるからな。よし、それじゃあ見ていこう。まずはこちらの章から。まずはこちら、効率章。レア度に対する実用性を評価するぞ。いただいたものはレア中ばかりでしたが、だからこそ光るレア級以下がありますね。では発表しよう。効率章は、りょうさんのレア8スムラに決定。この企画唯一のレア8武器だね。スムラスロ1がレア8で存在するのは知ってましたが、実際持ってる方は初めて見ましたね。りょうさんはこの武器が初の1728スムラだそうです。物語性もあっていいですね。ログレギの強化版かと言われると怪しいラインだが、貴重な武器には変わりないね。まさにレア8の本気といったところ、珍しいものをありがとうございました。さて、それじゃあ次の章に移ろう。2番目は芸術章。性能と見た目の総合力を評価するぞ。早い話が我々が一番羨ましいと思った武器です。全部羨ましいのは置いといて。では発表しよう。芸術賞は、風町さんの完品風流剣に決定。さすがにこれは見逃せないぜ。我々、青の風流剣とムントがトップタイで好きなんです。たびたび動画でも話してますけど。風町さん、過去に睡眠の完品4人部屋を経験され、大体の右ラーが1分台で終わったそうです。あまりのチートぶりにログレギに持ち帰ったんだって。やっぱ壊れてんだな、睡眠体験って。ソロでも最適解の武器になるでしょうね。楽しみなような怖いような。さて、それじゃあ次の章に移ろう。3番目、エピソード賞。一番おもろかった応募内容だ。いいエピソードをたくさんいただいたんですが、ひときわ異彩を放つ応募がありましたね。では発表しよう。エピソード賞は、黒サナさんの応募に決定。水の風流剣を送ってくれてたね。
本体からゴール出るよと声が聞こえたらしいです。これだけで運命的ですが、嬉しすぎて写真プリントまでして残したそうです。折れた時の興奮が伝わってきます。力技だが、形に残すのっていいね。我々も今のうちに真似しようかしら。これ、左週の1ヶ月後に出たんだって。出なかったら今 4G やってなかったそうな。プレイヤーをつないでくれた武器というわけですね。もしかしたら当チャンネルご視聴にもつながってるかも。何にせよ、面白いエピソードありがとうございました。これは感心してしまいました。さて、それじゃあ次の章に移ろう。これが最後の章になるよ。ズバリやり込み章だ。幅広くやり込んでる方という感じです。何名かは複数送ってくださってます。では発表しよう。やり込み章はブリブリーさんに決定。6種類のゴールを送ってくれてるよ。すべてが最高倍率、属性付き、スロ2以上か東証です。体験と紺の思い入れが強いそうな。人気どころの武器種をしっかり抑えてるのがいいよね。その上スラークまで揃ってるっていう。属性も幅広く、見ていて楽しいですね。いろいろなやり方でギルクへ遊べそう。ということで、チャンネルピックアップ賞の発表でした。本当はもっと詳しく紹介したいんだが。本当に魅力的な応募ばかりでしたからね。選定の段階でも嬉しい悲鳴が。じゃあ最後に印象的なエピソードを軽く紹介しよう。まずパインブックさんから。最初の方で紹介したガンスですね。これは別の方のお手伝い中に出たそうですが、その方は左週までにゴールガンスが欲しかったそうですが、うっかりパインブックさんが出しちゃったと。あるあるだね。物欲センサーの究極系だよなこれ。次はサールスさん。これ、左週日の朝8時に出たんだって。左週は9時なので、ガチで滑り込みですね。ご本人も正真正銘のゴールと思われたそう。確かに、作品と共に迎えたゴールと言えるか。うまいこと言うね。左週に絡んだエピはいくつかありましたが、一番ギリギリだったのがこれでしたね。あとはこれ、エピッティよりハンマーの扱いに関してだが、いただいたハンマー5種類のうち2種類に関して別の方から同じエピソードが届いてました。一応どっちも最高倍率の属性付きなんですが、あまりにもハンマーくんが不憫です。ナタ男さんはたくさん武器送ってくれたんだけど、ハンマーだけ投げやりなエピで笑っちゃったよ。こんだけの性能でも惚れたことに気づかないとは、睡眠ゴールでも出ないとダメなのでしょうか。いや、しかし発掘武器に物語ありですね。大変楽しませていただきました。思ったよりエピソード添えてくれる人多かったよね。送ってくれた人ありがとう。というわけで以上、視聴者自慢のゴール武器131種の紹介企画でした。いや、なんというか、発掘力の差を思い知らされましたね。それなりに武器は揃ってるつもりでしたが。送られるのは化け物のような完品ばかり。最高倍率以外の武器8種類しかありませんでした。ただね、発掘の意欲は爆上がりしたよ。あるとわかると欲しくなるもんだな。最近、発掘作業はあんまりできていませんでしたからね。時間見つけて掘っていきたいところです。そして何より応募数に驚きました。ぶっちゃけ30件くらいだと思ってたので。こういうのの参加って登録者の 1% くらいだと思ってた。まさか100を超える武器が集まるとは。作業は大変だったけど、やりがいがあったよ。見てるだけで楽しかったしな。内容に関してミスがあったら申し訳ありません。コメント等で訂正いただければ幸いです。さあ、ではそろそろ締めましょうか。改めて応募いただいた方、ありがとうございました。応援コメント添えてくれる人もたくさんいてね。すんごくありがたかったよ。全く同じ内容かはわからないが、また企画やることあったらよろしくね。次はお守り自慢でしょうかね。今から集計作業が怖いですが。ほいじゃ、次の動画で。またね。